さて、今回からは志望校の情報集めについてお話ししたいと思います。今回この動画でお話しするのはこちら。大学院、専門学校の学費をはじめとしたお金の話を少ししたいと思います。まずは国立大学。国立大学を受験するには検定料というのが必要になってきます。この検定料からお話ししたいと思います。以前、日本留学試験の日本語の試験はこちら、TOEFL を参考にして作られたとお話ししました。それで EJU では日本語のみで受験することが可能です。私立大学などでは日本語のみでの出願ができるところもあり、この場合、日本語のみの検定料は1万円となっています。そして、それにおまけ、なんて言ったらちょっと怒られますが、おまけでついているのが基礎学力科目試験です。ここら辺が EJU と TOEFL との違いになります。これらの中から日本語も含めて2科目以上受験すると検定料は1万8000円となります。基本的に国公立大学の出願では EJU 日本留学試験の基礎学力科目試験も要求されるので1万8000円で受験することになります。その後、大学の個別試験の検定料が1万7000円となり、合計で3万5000円が必要になります。これが国公立大学の検定料となります。ちなみに、日本人の受験生が国公立大学を受験する場合も、まず最初に共通テストと呼ばれる試験を受験することになります。これは数年前までセンター試験と呼ばれていた試験で、この受験料がなんと EJU と同じ1万8000円となり、その後の大学個別試験の検定料も外国人留学生と同じ1万7000円となり、合計で3万5000円になっています。実は外国人留学生の検定料と日本人受験生の検定料の仕組みはこのようになっているのです。ただ、国公立大学の場合、英語の外部試験の提出を求めてくる大学もあって、特に外国人留学生には TOEFL を課すというところが多いので、そのための受験料もバカになりません。事前に調べ、きちんと準備するようにしましょう。次に、初年度納付金、いわゆる合格した後に最初に払う学費についてお話ししたいと思います。国公立大学では国立であり公立の大学ですので、理系や文系といった学部による学費の差はありません。ただ、医学部と歯学部に関しては卒業までの期間が6年となっていますので、他の学部より多くなってしまいます。国立大学の初年度納付金は入学金が28万2000円、授業料が53万5800円となります。合計で81万7800円となります。これに対し、公立大学の初年度納付金は入学金が約39万円となります。ここで約をつけましたが、実は公立大学、ご存知かもしれませんが、日本の都道府県、つまり地方が経営していますので、大学によって学費が違ってきます。ですので、大体の目安として約とつけました。そして、授業料が約53万円、合計が約92万円となっています。ここまでが初年度納付金になります。2年目以降は、これの入学金を除いた金額となり、国公立大学に4年間在学した場合の学費は、国立大学で242万5200円、医学部、歯学部だと6年で349万6800円になります。これに対して、公立大学は4年間で約253万円、医学部、歯学部の6年間だと約360万円かかることになります。ただ、2年目以降に限らず初年度も同じですが、入学後にも結構お金がかかりますので、
その分もしっかりと用意しておきましょう。以上が国公立大学のお話でした。次は私立大学です。私立大学のポイントは、学部系列によって学費が違うという点になります。まず、検定料ですが、これは大学によって多少異なります。人気のある大学では、日本留学試験の成績を求めてくるところがほとんどですので、受験しなければなりません。基礎学力科目まで受験した場合は1万8000円。日本語のみだと1万円になります。これは国公立の場合と同じですね。そして、この後、出願する大学での個別試験は、国公立の合計と変わらず1校あたり3万5000円程度となり、EJU の基礎学力科目まで受験した場合は、合計5万3000円。日本語のみの場合でも4万3000円になってしまいます。さらに、有名大学では、英語の外部試験の成績の提出まで求めてくるところもあり、最終的にはかなりの金額になってしまいます。ということで、私立大学では、実は、検定料も留学生を悩ませる出費となっていますので、大学によっては様々な外国人優遇措置をとっています。例えば、個別試験では書類選考のみだと1万円。そして、その書類選考に合格してから残りの検定料を支払うなんて大学もあれば、また、検定料をわざと高くして、その代わり入学金を0円にしている私立大学もあり、様々な優遇がありますので、まずはうんざりせず、事前に調べて出願先を選ぶようにしましょう。続いて、初年度納付金ですが、前述の通り、学部によって差が出てきます。まず文化系、つまり文系。私立大学文系の初年度納付金は、入学金が約22万円。そして、授業料が約82万円。これに、私立大学では、設備費などといったその他にも学費が必要で、文系では約15万円かかります。そして、合計が約119万円になります。続いて、理科系。つまり理系ですが、こちらも学部によって少し違います。その平均として入学金は約25万円。授業料が約113万円。その他として約18万円がかかり、合計約156万円となります。以上が私立大学の初年度納付金です。この金額をもとに私立大学に4年間在学するとどうなるでしょうか。私立大学文系の初年度納付金を約119万円として、4年間で合計約408万円かかることになります。それに対して理系では、初年度納付金を約156万円として、4年間の合計が約551万円かかることになります。国公立大学に比べると、やはり学費の面で割高になっているのがわかります。また、医学部、歯学部も私立大学では違ってきます。医学部、歯学部では入学金が約108万円、授業料約288万円、その他が約93万円、初年度納付金の合計は約489万円になります。そして、卒業までの6年間で約2390万円かかることになります。国公立に比べると本当に学費がかかりますので、お金に関してはきちんと準備するようにしましょう。また、特に理科系、医学部、歯学部系は文系に比べてお金がかかりますから、成績よりもお金に困るような場合は、安い国公立大学を目指すようにしましょう。それで、私が指導する際、理系希望の留学生たちにアドバイスするのは、地方の国公立大学です。首都圏や都市圏の国公立大学は人気が高くてとても入りにくいです。それに対して地方の国公立大学は比較的簡単というと、語弊がありますけれども、都市部の国公立大学よりも難しくありません。都会の喧騒を離れて地方の大学でのんびり学習するのもいいでしょう。以上が
私立大学のお話でした。次に大学院ですが、大学院については大学や専門によってそれこそ納める学費が違いますので、おおよそでお話しします。まず、検定料はだいたい3万円から3万5千円と言われています。そして、初年度納付金ですが、国立大学院では約82万円、公立大学院では約70万円から100万円となります。だいたい学部の授業料と同じくらいだと考えましょう。そして、私立大学院文系が約80万円から180万円。理系では約100万円から180万円となっています。本当に何を研究するか、その専門分野によって変わってきますので、これらの数字はおおよその目安として考え、出願に際しては事前にきちんと調べるようにしましょう。簡単ですが、以上が大学院のお話です。そして最後に専門学校です。専門学校ですが、それこそまさに専門ですので、大学院以上に専門によって学費が違ってきます。検定料は大学の場合と同じくだいたい3万5千円になります。ただ、専門学校も私立大学と同じで、外国人留学生の負担を少しでも軽くしようと、様々な優遇措置を設けていますので、一応の目安としてください。そして、初年度納付金ですが、こちら、今、テロップで流していますので、動画を止めるなどして確認してください。ずーっといろんな専門があると思います。だいたいこういう風に来て、だいたい大学の学費と変わらない感じですが、総平均の学費は約125万5千円となります。くどいようですが、私立大学も専門学校も外国人留学生待遇をいろいろと用意してくれていますので、これが全てだとは考えず、まずは様々な大学、専門学校を調べてみてください。そして、大学と同じですが、特に専門学校では、入学後にもお金がかかることをしっかりと認識しておきましょう。ついでと言いますか、今入学後の出費というお話が出ましたので、学生たちの生活費についても少しお話ししたいと思います。大学にせよ、専門学校にせよ、日本の高校生が卒業後に通うとなると、自分の家族と一緒に住んでいる自宅から直接大学、専門学校へ通う場合、また親戚や知人の家から通う場合、そして引っ越しをして一人暮らしで通う場合と様々なスタイルがあります。これらの状況に関し、全国大学生活協同組合連合会の調査によると、自宅から通う学生たちの月間の生活費は平均約6万3千円。自宅以外、一人暮らしの学生は平均約12万4千円かかり、およそ2倍程度の差がある。こんな調査データが発表されています。そう、これは日本人学生の例ですが、家族と一緒に住んでいる学生ならともかく、都会に出て一人暮らしをする場合、その条件は実は外国人留学生とあまり変わらないのです。よく日本の大学生、専門学校生はお金持ちだ、裕福だ、なんて外国人留学生の方が言われますが、実はそんなことはありません。日本人だって家庭の経済状況によって苦労しています。確かに家族と一緒に住んでいるなら食事や家賃の心配はありませんが、今お話しした通り、地方から出て一人暮らしとなると話は別です。そんな日本人学生たちは留学生同様、アルバイトをして生活の足しにしていたりするのです。外国人留学生が海外から日本の大学専門学校に直接進学しない場合、まずは法務省国事校、いわゆる日本語学校に入学すると思います。その際、在留資格を取らなければなりません。大抵の場合、その在留資格は日本語学校が取り次ぎ機関となっていて、入管に申請してくれます。が、日本の入管は日本での学生生活が今お話ししてきたようにこれだけお金がかかることを知っています。そこで海外からの留学希望者に対し在留資格を交付する際、留学全般における経費支援者
いわゆるスポンサーの経済的な証明を厳しく求めてきます。スポンサーといってもほとんどは両親ですが、入管から在留資格を受けるためには、まず両親、スポンサーがちゃんと経済力を持っていて、その留学生の学費をすべて支払い、かつ月々7万円以上の仕送りをすると誓約をした書類を提出しなければなりません。そして、そのスポンサーが本当にそれだけのお金を持っているのかを何枚もの証明書を提出し、証明しなければなりません。証明されて初めて在留資格が下りるのです。もちろん、在留資格留学でも、資格外の活動の許可を受ければ、週28時間に限ってアルバイトをすることができます。しかし、これはもともと社会勉強のために設けられた制度です。私も指導してて実感しています。日本人と会話する必要があるアルバイトをしている外国人留学生は、めきめき日本語の会話が上手になっていくんですね。それに対してアルバイトをしない留学生は、なかなか日本語の会話力が上がりません。ですので、資格外の活動許可を取ってアルバイトをするのは私も大賛成です。しかし、このアルバイト、例えば東京都の最低賃金に合わせて時給1100円として計算しても、1週間で3万800円、1ヶ月を4週間で計算すると12万3200円しか稼げません。そうです。本当に生活費を賄うためには経費支援者の仕送りが必要になってくるのです。両親に迷惑をかけたくないなどと無理して頑張らず、きちんとご両親、スポンサーの方に相談して仕送りを受け、しっかりとした留学計画を立ててください。両親への恩返しは就職してからいくらでもできますから。